皮膚から細菌が侵入した場合を例に、細胞外で増殖する病原微生物に対する特異的な免疫を見てみましょう。即座に対応する自然免疫のバリアによって細菌を排除すると同時に獲得免疫が働き出します。特に鈍色に抵抗性のある細菌をはじめ、対処しきれない時には強く働きます。表皮中に侵入した細菌を取り込んだランゲルハンス細胞は、リンパ管を経てリンパ節へと移動します。リンパ節内でランゲルハンス細胞は成熟樹状細胞に変わり、細菌の情報である抗原を膜表面に提示します。この抗原提示によってヘルパー T 細胞が活性化され、さらに B 細胞が活性化されます。すると B 細胞は形質細胞となって、その抗原に特異的な抗体を産生します。血管に入り込んだ抗体は血流とともに細菌の侵入部位へ運ばれ、侵入した細菌の特異的な抗原に取り付きます。抗体によるオプソニン化により食細胞の鈍色が促されるのです。どのような仕組みで抗原提示が行われ、リンパ球や抗体の特異性が発現されているのか、少し詳しく見てみましょう。抗原提示には細胞膜表面の MHC 分子が欠かせません。MHC 分子にはクラス1とクラス2のタイプがあります。クラス1はほとんどの細胞に存在し、クラス2は樹状細胞やマクロファージ、B 細胞など一部の細胞にだけ存在しています。樹状細胞などは取り込んで分解した細菌の抗原を自己の MHC 分子の上に乗せます。抗原提示細胞はこうして抗原を膜表面に提示します。また、いろいろな接着分子を表出しています。ここにヘルパー T 細胞が抗原受容体を介してクラス2分子上の抗原と結合し、さらに接着分子による補助刺激を受けると、ヘルパー T 細胞は活性化して増殖します。活性化し増殖する T 細胞は提示された抗原を認識できる受容体を持つものだけです。つまり免疫の特異性はリンパ球の抗原受容体によるものです。リンパ球は分化の過程で細胞一つ一つに1種類だけの特異的な抗原受容体を持つようになります。ありとあらゆる抗原に対応するには100万種類以上の受容体、すなわちリンパ球が必要とされます。そこで莫大なレパートリーを可能としているのが受容体をコードする遺伝子の再構成です。T 細胞の抗原受容体は主にアルファ鎖とベータ鎖、B 細胞はそれぞれ2本の H 鎖と L 鎖で構成されています。どちらの受容体も抗原と結合する部分が可変領域です。例えば B 細胞 H 鎖の可変領域は V、D、J の領域からなり、それぞれをコードする遺伝子の再構成によって形成されます。幹細胞の染色体にある抗原受容体の遺伝子部分には V、D、J 領域をコードする多数の断片があり、B 細胞への分化が進むにつれて各領域から一つずつ断片が選択されていきます。こうして各断片が任意に組み合わされた DNA から H 鎖が作られます。L 鎖の可変領域も
同様に再構成が行われています。このようにして100万種類以上の B 細胞、T 細胞が準備され、抗原提示がなされると、その抗原に特異的な受容体を持つリンパ球だけが増殖して機能します。B 細胞は細菌の抗原を抗原受容体で特異的に結合して捉えます。そして抗原を取り込んだ後、MHC クラス2の上に抗原提示します。この段階の B 細胞は活性化の準備状態となっています。ここに抗原提示によって活性化したヘルパー T 細胞が接触して再び抗原提示を受けると、種々のサイトカインを放出します。サイトカインは B 細胞や食細胞などを活性化する物質です。活性化した B 細胞は分裂・増殖し、やがて形質細胞に変わり、抗体を産生するようになります。これは B 細胞受容体が細胞外に分泌されたものであり、ほぼ同じ構造で同じ特異性を持っています。抗体は免疫グロブリン IG とも呼ばれ、定常領域の違いから5つのクラスに分類されます。B 細胞に発現している受容体は IgM あるいは IgD です。初めて抗原刺激を受けた B 細胞は IgM を一過性に分泌し、やや遅れて IgG を分泌します。2回目の抗原刺激では大量の IgG が速やかに分泌されます。一つの B 細胞から抗原特異性は保ったまま、IgM から IgG、IgA、IgE を産生する細胞へのクラススイッチが起こります。これはヘルパー T 細胞が分泌するサイトカインの刺激によって促されているのです。抗体は抗原と結合して抗原同士を凝集させ、食細胞に捕捉させやすくします。食細胞には抗体や補体の受容体があって、これらを介して細菌を捉えることができるのです。免疫グロブリンの 70% 以上を占める IgG は、血液や組織間液に広く分布しています。免疫反応の中心的存在で、ウイルスや毒素を中和したり、細菌などのオプソニン化に働きます。IgM は主に五両体構造をとり、効率的に抗原を凝集させることができます。IgA は二両体構造をとり、気管支や消化管の粘液中に存在して抗原の侵入を防いでいます。また、乳汁に多く含まれ、新生児の腸管へ移行して免疫に働きます。